いやー、参っちまったね。あ、英語でそうか、始まるよ。イェイイェイイェイ。いやあ、皆さんこんにちは、どうも。今日はね、皆さん、心配でしょうけど、僕、クマさんが話します。いやー、心配ですね、クマさん。大丈夫。さて、今日のテーマは、じゃん、布教菩薩です。はい。布教菩薩っていうのは、法華経のストーリーに登場してきますが、その中でも有名な菩薩でして、迫害を加えられても人々に礼拝し続けたよっていう話が描かれているんですね。そうですね。何言われようか、石ぶつけられようが撃たれようが人々に礼拝し続ける。その一途な感じ、慈悲深い感じ、なんというか、素晴らしいわけです。ね、確かにそうなんだけど、それだけだと、じゃあ布教菩薩ってすんごい立派な菩薩だったんだね、すごいね、っていうところで話が終わってしまう。確かに立派だと思いますよ。どんな人にも軽んじることなく敬って仏になれるんですよって礼拝し続ける。なかなか立派だと思いますけど、立派だねじゃダメなんですか？ダメってことじゃないんだけど、僕はね、法華経にこの布教菩薩の話が登場するのはもっと意味があると思っているのです。なるほど。この立派な布教菩薩の話から何がわかるのかな、クマさん。今回は僕はその部分を考察していきたいと思っているのです。面白そうだね。じゃあ行くよ。布教菩薩はさ、そもそも人から石をぶつけられたり叩かれたりとかしてんじゃん。上目餓芍、木でぶたれたり石を投げられたり有名ですね。じゃあなんで石をぶつけられたりしたんだい？礼拝し続ける態度が気に入らなかったの？言われた言葉を信じなかったから？でもなんでみんな信じなかったんだろう？そうだね。いろいろ言えるとは思うんだけど。その通り、いろいろここは言えるんだけど、僕は単純に言ってしまうと、おそらくバカにされてたんだと思うんだよ。だってさ、菩薩なのにさ、人がちゃんと納得するような弁が立つわけでも、難解な法理を言ったり、とにかく菩薩なんだったら一途なのはわかるけれども、もうちょっと菩薩らしい何か威厳だったり賢い感じがあんまりしないんだよね。なるほどね。ただただあなたは仏になれるんですよってことしかその人に言わないわけじゃん。あえてそれしか言わなかったのか、それしか言えなかったのか、どっちかはストーリー上ではわからないけれど、同じことだけを手を合わせて人に言い続けた。ここが一点。石をぶつけられるにしてもだよ、無防備にただただぶつけられるがままにしていたイメージがあるけど、ここもよくストーリーを見ると、実はそのように描かれていないっていうことを知っているかな？ぶつけられて、痛い、しくしく、なんで？どうしてこんな私をいじめるの？って、私いい人、みんな悪い人ってただの悲劇のヒロインのようにしくしく泣いてはいないんだよ。ぶつけられたり叩かれたりしそうになったら、さささっと遠くに逃げて、遠くの方から仏になれるんだよっていうの。コントみたいにコミカルにさ、めげないし、とにかくフットワークが軽い。つまり私たちのね、菩薩のイメージとは違って、優雅に構えて微笑んでるだけの菩薩ではないんだってこと。それに何言われても同じことしか言わないって、そもそも会話にすらなっていないじゃん。だから人から石を投げられたんだと思うのです。このストーリーから見える布教菩薩っていうのは、僕からすれば限りなく我々凡夫に近い。なるほど。一途なんだけど、法を解くにはあまりにも不器用なんだ。何言ってんだ、お前が偉そうに言うなよって。それでもそんな布教菩薩からこんな声が聞こえてくる気がする。あなたの中に必ず仏性があるんだよ。この信心すれば必ず幸せになれるんだよ。っ
で。ねえ、よくよくこのストーリーを聞いていると、なんだかそこら辺にいる学会員のおばちゃんたちの顔が浮かんでくるでしょ。確かに。立派な不教菩薩の話としても、もちろん解釈としては間違ってはいないんだけど、僕はむしろ新人だよ、お題目だよってひたむきに声をかけ続けてるおっちゃんおばちゃんの姿にしか見えないんだ。でもそれだけしか言えないと、ちょっと知った人はすぐそれをバカにする。驚愕はもちろん必要なのだけれども、難解な言葉を解説できる、そんな知識だけでは人は救えないんだ。人を救うのに何が必要なのか。不教菩薩が描かれたシーンは多分ここにあると思うんだよ。僕が大好きな大聖人のこんな御所の一節があるんだ。わかりやすいように現代語訳すると、スリハンドクは3年かかっても14文字すら暗唱できなかったけれども仏になった。大バダットは6万像を暗記したけれども無限地獄に落ちた。このことはひとえに末法の今の世のことを表しているのである。決して他人のことと思ってはなりません。そう、法華経でも結局仏になったのは不教菩薩の方だったっていうこのストーリーの本当の意味、やっぱりよくよく考えてみる必要があるんです。慈悲深い不教菩薩は偉大だったんだねと他人事のように捉えるだけでは描かれたシーンは見えなくなってしまう。古神の外に法はないのなら、不教菩薩自体も自分の命の中に存在するということ。なんなら法華経自体が自分の命の働きを解説してくれているものなんだよというところに気がつくこと。ここが大切なんだ。自分が今この現実社会の中で法を広めようと果敢に挑んでいくこと。これが本当の不教菩薩の話なんだよ。このように捉えて初めて法華経が生きてくる。法華経は自分の命で生かすってことなんだよ。僕はこのように思うのです。クマさんかっこいい。かっきーん。戸田先生、経典があると言ったって経典は仏法じゃありません。あれは本ですよ、本です。信仰がなければただの本に過ぎない。戸田先生もかっこいい。かっきーん。あ、ごめんなさい。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。